遥か昔、東アジアの地には、人々に恐れられ、あるいは崇められた存在がいた。その名は、九尾の狐。九本の尾を持ち、絶世の美女に姿を変え、人々を惑わすその妖怪は、時に神として、時に災いとして語り継がれてきた。果たして、九尾の狐とは何者だったのか。今日、伝説の闇に光を当てましょう。歴史の旅へようこそ、ガッチャンです。それでは、早速本題に入りましょう。九尾の狐とは、9本の尾を持つ霊力の高い狐のことである。その存在は、古代中国の書物、三骸経にまで遡る。青九山には狐のような獣がおり、尾は9本。鳴き声は赤子のように、よく人を食う。この獣を食べた者は、孤独を退ける。このように記述されています。孤独とは、特に動物、主に虫を複数集めて、その毒を混ぜ合わせたり、ある特定のものに憑依させることで人を害するという呪術を示します。一本の尾を生やすのに1000年かかり、すべて生え揃った後、さらに1000年修行をすることによって、体を白くさせられる。つまり、私たちが想像する姿は、約1万年の修行をした姿ということになります。時に人に化け、時に予言を与える神聖な存在ともされたが、多くは美しい女性に化け、人間を惑わせる妖怪として描かれてきた。東アジアの各地に伝承が残り、文化を超えて語られるその存在は、まさに時代と民族の想像力の結晶とも言えるだろう。最古の伝承は中国、殷の時代に登場する。ダッキ。その名は暴君中央の長期として歴史に残っている。ダッキは罪人に熱した鉄板の上を歩かせ、その姿を見て笑っていたという。見かねた家臣が進言をすると処刑されてしまったそう。だが、ダッキの正体は九尾の狐であり、王を惑わせ、国を滅ぼしたとされる。その美貌と妖術により、殷は崩壊し、多くの民が命を落とした。中国の伝承において、九尾の狐は国家を滅ぼす存在として記録された。その姿は人間の欲と権力の象徴でもあったのかもしれない。朝鮮半島ではクミホと呼ばれ恐れられてきた。1000年を生きた狐が人間に化け、肝を食らうことで完全な人間になると信じられていた。クミホは人間の愛情を得ようとするが、時にその本性に抗えず悲劇を招く。この物語は愛と本性、そして変化への渇望を描く寓話でもある。現代でも稀にドラマに登場し、今もその人気は衰えていない。日本では平安時代、九尾の狐は
玉物前として登場する。鳥羽天皇に仕えたこの女性は、容姿端麗、知性も抜群で、帝の寵愛を一身に受けた。だが、彼女の正体は九尾の狐。陰陽師安倍康成の真言によってその姿を暴かれた。現在の栃木県那須周辺に逃げた九尾を追い、軍団が結成され、軍師には姿を暴いた安倍康成が就任した。はじめこそ妖術に優れる九尾の狐が優勢だったが、徐々に形勢が変わる。九尾は那須領主の夢に娘の姿で出て許しを請うが、これを好機と見た領主はさらに攻撃の手を強めた。最終的には那須野ヶ原で討伐されたとされます。また別の話では、栃木県の玉物前神社の話があります。那須に逃げてきた九尾は蝉の姿になって隠れていたが、池に映った本来の姿を見られ、撃たれてしまったのだとか。現在もその池が残っており、鏡ヶ池というのだそう。玉物前の死後、彼女の魂は殺生石となり、今も毒を放つと信じられています。九尾の狐は日本でもまた災いを呼ぶものとして描かれてきたのです。しかし、本当に九尾の狐はただの妖怪なのでしょうか。九尾の狐は霊力、知恵、そして変化の象徴であり、国家の守り神とされた記録もあります。9という数字は陰と陽、陽の最高位の数字とされ、尻尾はすべて別の運気を司っているという話もあります。九尾の狐が東から現れれば、その年は商売繁盛。西から現れれば、新しい出会いがあるなどとも言われているのです。これらのことから、その姿は人間の恐れと願いを映す鏡だったのかもしれません。とりわけ強く美しい女性が時に妖怪として語られるのはなぜでしょう。それは女性の知恵と力を恐れた社会が生んだ物語なのかもしれません。九尾の狐、それは神話と現実の間に存在するもう一つの真実なのかもしれません。時代と場所を超えて語り継がれる存在、九尾の狐。正体は妖怪か神か、それとも人間そのものか。幻想と現実の狭間に今も彼女は潜んでいます。次に出会うその美しい女性、その影に9本の尾が見えたのなら、どうか背を向けず静かに見つめてみてください。伝説は今も息づいているのです。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な歴史について解説をしていきたいと思いますので、少しでも面白いなと思ってくださった方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。がっちゃんでした。